ワンピースのイケメンは残念な能力にされがち。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、鉄の巨人の動力とサンドワームについてです。鉄の巨人の動力は前回も考えましたが、こちらは説明不足だったので、もう一度解説させてください。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は、多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずは前回考えた鉄の巨人の動力です。鉄の巨人の動力とは、腎臓メラメラの実かと考えました。しかし説明不足だったので、ちゃんと解説します。一見すると、鉄の巨人の動力は解放のドラムのように思えます。しかし、ニカはすぐに電池切れを起こしますから、解放のドラムが動力だった場合、ニカが電池切れになれば、鉄の巨人も停止してしまう。この場合、ニカを守る太陽の盾とはなれない。さらに鉄の巨人は、ニカがいなかった200年前にマリージョアを襲撃していますから、解放のドラムが動力である可能性は低いような気がします。解放のドラムはおそらく合図みたいなものでしょうか。それでは鉄の巨人の動力は一体何か。そこでエッグヘッド編の前半で語られたベガパンクの夢と再現できないものが重要です。ベガパンクが再現できないものは3つ。1、消えない太陽。火は全てのエネルギーに変換できる。この1065話のセリフから、これは当時腎臓メラメラの実だと考えました。その1065話では鉄の巨人が初登場しています。この時ルフィは幼い頃エースも持っていた鉄パイプを手にしている。これも匂わせでしょうか。ベガバンクが再現できないものを2、太古の文明の動力。鉄の巨人の動力はベガバンクでも再現不可能。3、人工のロギア系悪魔の実。ロギア系の悪魔の実のコピーはベガバンクでも再現不可能。この再現できない3つはおそらく全て同じ腎臓メラメラの実ではないでしょうか。メラメラの実は動力として使えます。その腎臓メラメラの実を食べたのが鉄の巨人か。ゾーン系の悪魔の実は物に食べさせることができる。それならば太古の高度な科学力があればロギア系の悪魔の実も物に食べさせることができそう。だからベガバンクがいくら鉄の巨人の中を調査しても見た目ではその動力が何であるかわからない。メラメラの実をロボットが食べる伏線は X で奥村さんに教えてもらいました。それはフランキーです。ルフィはメラメラの実をフランキーに勧めていました。そしてちなみにクロノトリガーのロボは未来で作られて過去へ行き400年間砂漠を緑に変えるために働いて400年後に再びクロノたちと出会いました。このロボの本当の名前はプロメテウス。それはギリシャ神話で人間に火を与えた神の名前です。もしかしたら鉄の巨人ロボはエースの技を使うかもしれません。鉄の巨人の動力については以上です。続いてはサンドワームについて考えましょう。漢字表記の厳重だらけの五老星の中で一人だけ異質な存在サンドワーム。なぜ小田先生はサンドワームを入れたのか。ジュピーターは木星のイメージですから同じような木の妖怪野槌でもよかったのでは。そのように考える人も多いでしょう。野槌は野槌ともいい木の妖怪ですから木星のイメージとも合致してサンドワームと同じように竜を想起させる妖怪だそうです。しかし小田先生はなぜかサンドワームを選んだ。それはなぜか。まず妖怪野槌とサンドワームの違いとは何でしょうか。その大きな違いはサンドワームなら穴を掘れます。妖怪野槌は穴を掘れない。ここが決定的に違います。穴を掘れる五老星。それってつまり穴掘り五郎。穴掘り五郎とは砂の国アラバスタの近くの島に温泉を作ろうと穴を掘っていたおっさんです。そこに空島から下脱が落ちてきて2人は穴を掘って温泉島を作りました。2年前穴掘り五郎と下脱は五老星とイム様を表すヒントキャラだと考えました。こちらです。扉絵連載下脱のうっかり正解暮らしはイム様と五老星を表していると考えました。下脱とは仏教で下脱したもの、つまり仏様、それはイム様。そして五老は五老星を表しており、下脱と五老はアラバスタで温泉を作っていました。この扉絵の構図はまさに聖地マリージョアのイム様と五老星でしょう。またこんなの偶然でしょ。
そんな風に思われる方もいるでしょう。しかしまだあります。最後のこの動画の仕上げとしてぶっ込みたいのは、1年半かけてこれまで考えてきた17本のイム様の考察シリーズと全てがつながる、たどり着く世界のタブー。それはフロとフロー。ゲダツとゴローがフローを作ったなら、イム様とゴロー星はフローを作っていた。フロイコールフロー。イム様もゴロー星もやはりフローでしたから、この穴掘りゴローにつなげるためにサンドワームが採用された。おそらくこれが大きな理由だと僕は考えます。小田先生は過去とつながる漫画を描きたいと公言していますから、サンドワームと穴掘りゴローをつなげている。これが答え。しかしここで終わりでもいいのですが、これだけだとちょっと面白くはない。もう少し茹で上がって考えてみましょう。ゲダツと穴掘りゴローが2人で一緒に温泉島を作ったなら、イム様とゴロー星も一緒に世界を創造した。つまりイム様とゴロー星たちの能力はセット。ベガバンクの猫サテライトのようにゴロー星それぞれに役割がある。イム様とゴロー星の6人はそれぞれの能力を使ってあの不自然な世界を創造したのか。つまりあの世界を耕したのがサンドワームなのか。ジュピーターの役職はノーム武神。そしてサンドワームはルフィからミミズと呼ばれていました。ミミズも土を耕すという生態を持っています。そしてちなみにミミズの語呂合わせはミミズ。332はミミズ。語呂合わせでも穴掘りゴローとつながります。もしかするとサンドワームは世界を創造したのかもしれません。以上です。今回は鉄の巨人の動力の解説とサンドワームについて考えてみました。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。